始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間です。私たちみさきとのぞみがお届けします。ねえのぞみ、家に帰って誰もいなくなってもただいまって言う？ああ、言う。誰もいなくてもつい言っちゃう。だよね。私も言う。でもよく考えたら不思議。誰も聞いてないのに。そこなんだよ。ただいまとおかえりってただの挨拶じゃないと思うの。どういうこと？今夜のテーマはそのただいまとおかえり。なんで日本人は家に帰るときわざわざ声に出すのか気になる。聞かせて。まずこの2つセットなの。セットを帰ってきた人がただいま、迎える人がおかえり。ああ、掛け合いなんだ。そう、ただいま、おかえりってピンポンみたいに返すの。ピンポン。丁寧に言うとおかえりなさい。家族とか家で言うイメージだね。そう、玄関で毎日のように交わす言葉なの。でね、この言葉意味をほどくと面白いの。ただいまって実は短くなった言葉。何かが省略されてるの？そう、元はただいま帰りました。ただいま、今？そう、ただいまってちょうど今帰ってきましたっていう意味なの。挨拶じゃなくて報告だったんだ。そうなの。で、おかえりはおかえりなさい。帰ってきたんですねって迎える言葉。そう。英語の I'm home, welcome home に近いけど、2つで返し合うのが日本らしいところ。なるほど。ペアなんだ。でもさっきの話、誰もいないのに言うのなんで？それなんだよね。実はただいまって相手に伝えるだけじゃないの。相手がいなくても？自分のスイッチを切り替える言葉でもあるの。スイッチ？外の自分から家の自分へ。ただいまでほっとするでしょ。ああ、わかる。言うと肩の力が抜ける。そう。あとペットにただいまっていう人多いよ。言う。うちの猫に言ってる。でしょ。植物に言う人もいるくらい。誰かにというより、家に帰ってきたっていう区切りなんだ。でね、私がおかえりって一番好きなところがあって。何？おかえりって言われると、待っててくれた人がいるって感じるの。疲れて帰ってきて、おかえりって言われると、それだけでちょっと救われる。わかる。たった一言なのにね。そう、ここがあなたの帰る場所だよって言ってもらえてる感じ。居場所だね。そう、居場所。自分がいていい、安心できる場所。ただいま、おかえりは、その居場所を毎日確かめ合う言葉なの。なんかあったかいね。このただいま、家だけじゃなくてもっと広く使うこともあるの。例えば？長い旅行や留学から帰ってきて、ただいま日本とか。ああ、国にただいま。そう。久しぶりのふるさとについてただいまっていう人もいる。建物じゃなくて場所とか国に言うんだ。帰ってきた。ここが自分の場所だって気持ちがぎゅっと詰まってるの。ただいまって短い言葉なのに重いね。そうなんだよ。使い方も軽く紹介しておくね。ちゃんと言うと、ただいま、おかえりなさい。友達同士とか軽い時は、ただいまって伸ばしたり、迎える方もおかえりだけ。家族にはおかえりがほとんどだよね。そう。あと、職場やお店で外から戻った人におかえりなさいっていうこともあるよ。へえ、会社でも、行ってきます、行ってらっしゃいとセットで覚えるといいよ。出かける時と帰る時、部屋がいっぱいだ。じゃあ今夜のまとめ。ただいまはただいま帰りました。おかえりはおかえりなさい。帰る人と迎える人のペルの言葉。英語の I'm home, welcome home に近いけど、2つで返し合うのが日本らしい。そして一番大事なこと。なんで誰もいなくても言うのか。なんでだろう。ただいまは外の自分から家の自分へのスイッチ。そしておかえりは待っていた人がいる。ここが居場所がよっていうつながりの言葉だから。一言でほっとできる。そう。だからただの挨拶じゃないの。毎日居場所を確かめ合う小さな魔法みたいな言葉。素敵。今日からもっと心を込めていよう。いいね。ということで皆さんに聞いてみたいんだけど、皆さんの国に家に帰った時の挨拶はありますか？あったらどんな言葉かぜひコメントで教えてください。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回デートナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。